皆様、本日は札幌フィルムコミッション主催の1週間限定の上映会と監督オンライン対談イベントにご参加いただきましてありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます栗田と申します。よろしくお願いいたします。本日は今先ほど時点でこちらのオンライン対談イベントに129人の方にご参加いただきました。本当にありがとうございました。で先ほど始まる前にも掲示させていただきましたが、この対談の様子の録画、撮影はお控えいただきますようよろしくお願いいたします。で先ほどお申し込みいただいた時もたくさん質問いただいていたんですけれども、このお話の間もチャットボックスの方でご質問、ご感想たくさんお待ちしておりますので、日本語でももちろん大丈夫ですので、どんどん皆さん書いてください。で今回のまず上映会とオンライン対談イベントの目的からちょっと簡単にご説明をさせていただきたく思います。今皆さんにご覧いただきましたキタキタの映画なんですけれども、フィリピン語の発音で言うとキータキータなんですけれども、こちら2017年7月19日にフィリピンで公開されたんですけれども、実は映画の舞台が札幌、北海道でして、今回こちらの上映会オンライン対談イベントを主催していただきました札幌フィルムコミッションがその撮影から後のプロモーションまで全て全面的に支援していただきました。で札幌市内ではね、2週間にわたってフィリピンから来た、監督主演していただいたエンポイさん、アレサンドラさん、皆さん札幌でロケされたんですけれども、そちらの2週間の間のロケサポートも札幌フィルムコミッションの方を中心にしていただきました。その成果もございまして、フィリピンではもう本当に、自主映画ではもう初めての記録的な大ヒットとなりまして、日本円にしますと約7億1500万円の興行収入を得まして、それをきっかけにですね、皆さんご存知かと思うんですけれども、フィリピン航空の方が初めてマニラと新千歳の直行便の就航もするようになったきっかけになった映画でもございます。しかしながらですね、フィリピンではもう社会現象になるぐらい大ヒットしたんですけれども、日本国内ではワールドプレミアで上映されました大阪アジア映画祭以降、日本では上映されてなくてですね、ネットフリックスでは今配信はされてるんですけれども、特に札幌の皆様に見ていただく機会が今までなかったということで、今回札幌フィルムコミッションのご支援をいただきまして、札幌フィルムコミッション札幌市がこれを機に皆様に知っていただこうと開催をいたしました。でこちらの上映会はですね、札幌を舞台とした本映画を札幌の皆様、もしくは日本の皆様に鑑賞していただくことで、札幌フィルムコミッションの取り組みがいかにどんなものであるかとかですね、札幌市民の方に札幌がいかに素晴らしいかというような、シビックプライドの情勢や、今後もね、海外、今コロナでね、全然観光客も来ていただけませんが、今後の海外映画の誘致にさらなる理解をいただけますようにという願いで、この度実施させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、この後一人ずつ本日のオンライン上映会の登壇者をご紹介させていただきます。それではですね、まずはシグリッド・ベルナルド監督からフィリピンからオンラインで登壇していただきます。シグリッド、please introduce yourself. こんにちは。私は名前シグリッドですか。はじめまして。おはようございます。So, yes, I am the director and writer of Kita Kita. And thank you. Thank you to the Sapporo Film Commission and Lee, of course, and Taro, and everyone who's behind this film commission for inviting our film to be shown online. So I'm very much willing to answer all of your questions later. So, yeah.
林田さん、よろしいですか？お願いします。あはい。私は聞いた監督のシグリです。私は札幌フィルムコミッションと本当にお礼を言いたいんです。この映画をここに見せるのに本当にありがとうございます。リーさんも太郎さんにもありがとうございます。はい。後ではもちろんみんなの質問を頑張って返事しますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、それではですね、今回のオンライン上映会を実施にこのような機会を実現していただきました、札幌フィルムコミッション国際展開コーディネーターをなさっておられます、リーさんにご挨拶いただきたいと思います。リーさん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。札幌フィルムコミッションのリーと申します。今日、実はそうですね、さっき、司会も、話した129人応募していただいたので、本当にすごい嬉しいと思います。この映画は、2016年札幌で撮影して、私も何回か、現場行って立ち会いしてたんですが、本当にその時は、監督もすごいフレンドリーで、皆さんスタッフもすごい優しくて、すごいうまいんですよ、撮影の方法、少人数なのに。で、こんなに大ヒットすると思わなかったんですよ、本当に。だから、そういう、縁もありまして、やっぱり北まだ日本一回も上映したことないので、映画祭以外。本当に、この機会を本来であれば監督を呼んで、上映なんていうかトークしていただきたいんですけど、札幌で。でも今回は本当に、コロナの中で、札幌フィリピンのことを忘れずに、皆さんもっと支援、応援していただきたいので、そういうきっかけで、こういうオンライン上映会とトークイベントを開催しました。皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。それではですね、本日の通訳をしていただきます林田さんからご挨拶お願いいたします。こんにちは、林田と申します。私はフィリピン人ですので林田だけども、日本人と結婚して林田の名前になりました。前もシグリッド監督と一緒に大阪でこういう通訳の仕事もいただいたんで、今回もやらせてもらうので、頑張りますのでよろしくお願いします。お願いいたします。では最後に本日の司会をさせていただきます栗田と申します。私はシグリッド監督と、大阪の映画祭で知り合ってもうかれこれもうかなり経つんですけれども、この作品私も今回のオンライン対談の前にも何回も見させていただいたんですけど、またさっきも泣きました。彼女のすごく訴えるものっていうのが非常にこのきたきたっていう映画は伝わってくるものかなと思いまして、本日は監督のお話、またお手伝いしてくださったリーさんのお話たっぷり聞かせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、今日の対談イベントのスケジュールを簡単にご説明させていただきます。まずは最初の40分から45分はですね、リーさんからシグリッド監督に、今回の聞いたについての対談をしていただこうと思います。この後5分ぐらい休憩を挟みまして、残りの40分で今ご覧になっていただいております視聴者の皆様からの質問にシグリッド監督、リーさんにお答えいただきます。また、お申し込みの際に事前にいただいてた質問に関しましては、それぞれQA セッションの前にも質問に出てくるかと思いますし、もしそこに出てこなかったものは QA セッションの方で読み上げさせていただきたく思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、すいません、少しだけ通訳お願いします。Actually, she was just explaining the schedule for today, no? The first part will have like 40 to 45 minutes of a dialogue between you and Miss Lee. Then we'll have a 5-minute break, and then after that, there will be a question and answer session between you and for you and Miss Lee from the audience. And then we will be asking questions that was not discussed in the first part of this. That's all. はい。
Okay, そうで thank す you. ね。OK、 OK 大丈夫ですか？じゃあ、まず始めさせていただきます。それではですね、リーさんの方から、じゃあ、シグリッドにお話をつないでいただけますでしょうか？リーさん、お願いいたします。はい、結構ね、今日いっぱい質問来ましたので、私も知りたいなと思いまして、今回の映画、実はね、全部札幌、ほとんど札幌で撮影したんですけど、なぜ最初札幌を選んで、札幌でロケ地にしたんですかね、監督は。There was a lot, maraming questions na dumating, ano? And gusto niya lang, first, yung pinakamaraming question is, bakit mo daw pinili ang Sapporo as your location for the film? Kung pwede mo sagutin daw yun. 監督、聞こえるかな? Okay. Should I answer now? Yeah, please. Should I answer Yes, now? please. Yeah. Why did I choose Sapporo? Well, to be honest, I love Japan. But I haven't been to Sapporo or Hokkaido at that time. I love Osaka, Kyoto, and Tokyo, of course. And those were my favorite places in Japan. But then when I was talking to my producer, he said that we should shoot in an easier spot, or because it's harder to shoot in Tokyo or in Osaka or in Kyoto. So he suggested we should shoot in Hokkaido. But I said I haven't been to Hokkaido. And so I researched it online. And when I researched it online, I fell in love with the city already. But then Sapporo is known for the Winter Olympics. But then we have to shoot during summer. So it's a new discovery for me and also for the audience. So I think I should, write the script during the summertime of Sapporo. So that's why I chose Sapporo. よろしいですか？札幌とか行ったことはありませんので、大阪、東京とか京都は好きな街なんで、でも話すると、その大阪とか京都とかそのところでロケすると難しいなんで、だからもっと簡単なところが、例えば北海道と言われて、でも北海道行ったことないんで、だから北海道を検索してオンラインで調べると本当に北海道が好きになって、で札幌はウィンターオリンピックスで有名なんで、でも私たちは夏で撮影するなんで、だから一応それで札幌を選んだということです。はい、ありがとうございます。なんか結構、私、ロケで立ち会いしましたんですが、結構ね、今回の撮影は結構大変というか、もともと監督たち、スタッフたちは札幌に滞在するじゃなくて、東川町で滞在して、で結構ね、毎日朝早くて、札幌に、通勤じゃないけど、ロケのために2時間とか3時間とか車移動して札幌に来たんですけど、それでも札幌結構、中心になんか撮影してくれて、監督1週間以上、10日間ぐらい、滞在したと思うんですけど、撮影以外、なんか北海道、札幌の魅力とか、なんかそういうのをなんか感じたこと、あると思うんですけど、その辺もちょっと教えてほしいなって思いますね。私はロケの時によくごめんなさい、日本語じゃなくて失礼しました。I have English or Tagalog only. Okay, sorry. This happens. Okay. Nung nag-shooting daw kayo, nandun siya madalas sa location, And then, pero ang tinitirhan niyo actually is not sa Sapporo daw. Like it was like 2 to 3 hours travel to Sapporo na everyday bago ka pumunta sa location. Ngayon sabi niya, sigurado niya, nakita niyo na marami ka nakita lugar dito sa Hokkaido and Sapporo while you were here. Pwede mo bang sabihin sa kanila kung anong mga places na nagustuhan mo rito? Can she hear me? Okay. So, yeah. There's a very big delay, but it's okay. You just have to wait for me because Okay. When I meet Lee, it was in the middle of the shoot, Lee. So we've been shooting for like
5 days, I think, when we met you. So we were living like 2 hours away from the city. And it's because I think we were shooting in the mountains. We had a very difficult time because my producer, it was the first time of my producer to shoot in a different country. So it was most of us, it was our first time to shoot on a different country. So it was very difficult for us to coordinate with the location. So when we met Lee, she was like an angel to us, and we should have met her before the shoot. So those were the lessons that we need to learn before. So yeah, it's funny when she told us, why are you living 2 to 3 hours from the city? Yeah, we know. And that's also our question with our producer. So yeah, but then what I like about Hokkaido is that Sigrid, sorry, in every direct. 2 hours. Direct. Okay, yeah, you have Sorry, to yeah. translate. Oh, Yeah, interpret muna. So, Yeah. Hashida-san, Okay,お願い up to し there. ます。 Sorry, yeah. Okay lang. リーさんと出会ったのはロケから5日間目だったんですよ。本当は私たちの住んでるとこは2時間ぐらい離れてるんですよね。ロケしてるところ。で、私のプロデューサーも初めて外国で映画を撮影するんですので、ちょっとしんどかったんですよ。だからリーが来た時にとっても嬉しくて、リーは天国から来たみたいな展示で助けてくれた。本当によかったんです。And then リーが聞いたら、なんでこんな離れてるところに住んでるのって、私たちもなんででしょうと思いながら、そこまでです。で、北海道のこと。Please, can you continue about what you liked about Hokkaido? I think with all of the locations in the script, all of the locations, and you have also the what is that, the direct, we have the tour guide, the one that you were showing a while ago, Lee, the pamphlet, I think. Yeah, that one. Most of it, of course, that's why I wrote it in the script. That's why I wrote it there, because I like all the locations that I wrote it there. But then my favorite, I think, is the Asahidake Mountain. Did I pronounce it right? Asahidake Mountain? Yeah. Yes, you pronounced But right. it was so dangerous when we went there. There's a big storm and we didn't know again. So it was very difficult for us to shoot there, but it was so beautiful when we did our ocular. But when we were shooting, if you have seen the film, they were wearing raincoats, and then we have like 10 umbrellas. It was all broken. So it's really dangerous when we shot the scene there. But I like the Asahidake Mountain. Okay. Okay. 通一応訳おそこまでね願いし。ます。はいはい。いろんなロケ行ってたんですけれども、全部とても好きで、パンフレットで見えるようにいろんなロケが載ってますので、で、一番私が好きなのは、旭岳さん。そこでロケしてるのは、ちょうど台風が来てた時だったんですよ。私たち知らなくて、大変だったんですよ。撮影するのに。でもとっても綺麗で、だから見たらみんな、カッパ着てて、10本ぐらいの傘を壊して、ロケをしました。とても好きなところでした。はい。Sigrid, do you have more? Yes. Do you have more? Everything is my favorite. There's even the Ashiyu, the foot bath. Oh. I like the foot bath, the Ashiyu, and what else? Of course, the Sapporo, the gardens in Sapporo. You have very big gardens, which we don't have in the Philippines. That's why I like all the parks in Sapporo. And I also like the BA. Yeah, we were supposed to shoot at the lavender fields, but it was not in season already. When we went there, it was all brown already. So we went on the wrong season. So we went to BA. But BA is equally good also. It's very nice with lots of flowers. So yeah. Okay, 通訳お願いします。本当にね、全部行ってたところは大好きだったんですよ。足湯もあったし、すごい良かったんですよ。で、札幌にはとても大きな、
公園が多くて、花の公園みたいなのが多くて、で、これはフィリピンにはあまりないんですよね。で、本当はラベンダーの畑を撮影するつもりで、でも行った時にシーズンが終わって、もう全部茶色でラベンダーがなくて、だから BA に行きました。そこもとても良かったんです。BA って私は知らない。BA って場所の名前でしょうか。申し訳ないですけれども。はい、観光地です。とても有名な。はい。Okay. Okay, ba, Sigrid? Is Yes. that it? Are you done or Okay. you want to continue? Yeah. That's yeah. もで、これで一応先ほど、リーさんから札幌からのロケのお手伝いを札幌フィルムコミッションとしてしていただいたということなんですけれども、実は私、シグリッドとは友達なので、今回札幌でロケをするっていうことなので、日から夏休み利用して札幌行ったんですね。で、先ほどリーさんがおっしゃられました東川町の映画では順番が真ん中のあたりなんですけれども、白い家の登場シーンですね。あそこからの一番最初のロケのところに私立ち会いまして、本当その時にリーさんがいてくれたらどんだけ良かったかなっていうぐらい、やっぱりものすごくたくさんいろんなことがありましてですね。誰もそこに日本人がいなかったので、私が通訳したり、地元の人との話の中に入って、いろいろ、交通整理したりとか。ただ本当にリーさんも先ほどおっしゃられましたように、本当にフィリピンの方、特にフィリピン映画ってすっごく短い期間で撮っちゃうんですけれども、もう朝の早朝から朝5時ぐらいに起きて、打ち合わせして、テキパキと皆さん撮影して、私、お花並べたり、家の壁の色塗ったりとか、もう、で、スタッフの一人としても一生懸命2日間頑張りました。じゃあ、林田さん、ちょっと通訳してもらっていいですか。はい。私も、I'm sorry。ごめん。栗田先さんも、2日間、ごめんなさい。si Kurita san din, nagpunta doon na Sapporo, nung summer vacation niya. Mga 2 days na doon. Tapos nung pagdating niya, wala nga daw kayong Japanese staff, kaya parang she acted as your interpreter, coordinator, and whatnot. And for the 2 days that she was there, she helped a lot. And of course, nandun si Disan, which is really a lot of help. Tapos nung dumating daw siya, yung tama-tama shoot kayo doon sa White House daw. So, tumutulong siya na mag-arrange ng flowers, nagpinta rin siya ng walls and everything. And she had really a good time helping out. Yeah, well, first I have to apologize to Maki-san because she was there to just visit me and say hello. But then she helped us a lot. We the reason for that, we are only like, I think 10 in our team, including the actors, 10 or maybe 12 of us, including the actors. So it was very difficult for us to shoot because we have less crew. So it's very important. We need all the helping hand at that time. So when Maki came, we didn't even know that the language in Sapporo is different from Osaka, is different from Tokyo. So that's actually a new discovery for us when we went there. So yeah, there were a lot of faults in the production, but then it's we learned from it. So it's all of us. It's our first time to shoot in a different country. So there are a lot of things that happened, but then we were able to learn from it, and yeah, so that's why I've been shooting in other countries because of that. Okay, 林田さん。Okay か、はい。まず玉木って栗田さんのことなんですけれども、謝りたいなと思って、本当は栗田さんは私のところに遊びに来ただけなのに、かなり手伝わさせて、私たちは10人で来てて、私と助演の人とスタッフ全員10人で、短い間にかなりいろんなことやらなくちゃいけないんで、だから栗田さんがマキさんって言ってるんだけど、マキさんが来てて助かりました。で、またそれだけじゃなくて、
言葉も東京と大阪と違って、北海道のちょっと言葉が違って、それもちょっと困ったところありますね。いろいろなことがあって、でも本当にいい勉強になりました。で、私たちも初めて海外でシューティング、ロケをするので、もういろんな勉強になって、それから今はいろんなところで、フィリピンだけじゃなくて、日本だけじゃなくて、いろんな国もロケすることになってます。さっき、この前にちょっと抜けたものがあったんですけれども、さっきフィリピン人は本当に短い間に撮影を済ますがあるんで、すごい良かったと、バタバタだったという前の話だったんですけど、申し訳ないです。はい。はい。でですね、私がその東川町でのロケに立ち会ったんですけれども、その後引き継いだリーさんがですね、札幌市内のロケで、一番ご苦労されたお話というのがございまして、その話をリーさんからお伺いしたいと思います。リーさん、お願いします。そうですね。札幌、実は、本体というか、監督来る前に、コーディネートさんの方が日本人いて、で、その時結構いろいろメールやり取りとか、しましたんですけど、結構、私的には一番、印象残ってるのは、監督が、足が、不自由でちょっと怪我しちゃったので、車椅子ありますかとか、なんかそういうのもあって、それは別として、ちょっと車椅子ないんですよということで、他の、メンタルできるところを紹介したりするんですけど、で、実は一番、なんか今回、撮影には関わったということは、一つありまして、実はベロタクシーの撮影が結構シーンの中、最初からいっぱい出てくるんですけど、実はそこはそんなに、なんていうかな、最初からもうベロタクシー、女優さん乗せて撮影しますというのが、多分監督なんか、決めたんと思うんですけど、やっぱり最初、やっぱり日本の交通ルールとフィリピンの交通のルールはやっぱり違うので、やっぱりベロタクシーの会社も、いろいろ、心配だと思うんですよ。でも、すごい協力したいんですけど、どうすればいいですかということで、札幌市とかフィルムコミッションに相談して、で、私たちの間に入って、じゃあ、そのコーディネートさんの会社とそのベロタクシーの会社は、間に、なんていうかな、契約書みたいを結びましょうみたいな。要は、ベロタクシーを使うとき、万が一なんか事故とかあったら、制作側の責任になりますねということで、お互い、安心というか、大丈夫ということであれば、撮影 OK ということで、で、その後、本当にスムーズに、この女優さんがベロタクシー乗って、札幌一瞬いろんなところを回ってたんですね。で、そのベロタクシーのドライバーさんもついてくるので、すごい、安心で安全で撮影できた。面白いのが、待機するときは、結構ベロタクシーの、ドライバーさんがフィリピン住んだことはあるんですよ。だから、ちょっと日本語のセリフを、少し女優さんにずっと練習というか教えていて、で、どういうふうに発音する。その時結構ね、2人仲良くなって、なんかすごい面白かった、記憶があります。はい。はい、そこで、通訳お願いします。いいですか。はい。先ほど、タガログ。excuse me. Sabi ni Kurita Sensei kanina, yung Tamaki-san na after nga dyan nung siya umalis, dumating si Lisan, ano? Pero bago kayo daw dumating dito, nagpag-coordinate na kayo sa isang coordinator nila sa Sapporo Film Commission. May mga mails kayong, tawag nito, na nag-coordinate. Pero, tawag nito, ang mga naiwan sa, ang mga things na naiwan sa kanya, nagkaroon kaya ng problema sa paa mo, and then humingi kayo, was asking if there was a wheelchair, you have a wheelchair, pero wala sila. Isa pa yung paggamit yun ng Vero Taxi, maraming gamit nyo sa Vero Taxi daw na, pero ang mga rules ng traffic dito sa Japan, sa Pilipinas, iba, kaya yung Vero Taxi, parang they were having, were hesitating actually, no? For them, pero kinausap sila ng Sapporo Film Commission at nagkontrata sila sa Vero Taxi na kung ano man ang problema o may mangyari man, sila ang papasa ng burden, they will pay for everything if there's an accident or whatnot daw, no? Kaya pumayag ang Vero Taxi. Tapos,
So actually ang isa pang very ano sa kanya dito na naiwan sa kanya talaga yung siyempre ginamit niya talaga yung Vero taxi, marami kayong pinupuntahan. Tapos during breaks daw, yung driver kasi dati nakapunta na doon ng Pilipinas. Tapos during breaks pinapractice niya daw sila Alessandra sa salita ng Japanese sa kanilang mga lines. So that was yun isang impression na naiwan sa kanya talaga. Okay. So how about Sigrid? Yeah. I forgot what I'm going to say. I really don't know what happened with my producers coordinating with the Film Development Council and with Lee. And I've been suggesting to them even before we shoot our film, to get in touch with the Film Commission of Hokkaido and Sapporo. And I have no idea what they, with the coordination went. I don't know what happened actually. So I cannot answer with that. But then I was shocked, like when I saw Lee in the middle of the shoot, and then thank God, oh my God, he is here from the Film Commission. And then because we're having problems with renting the Velo taxi, but then you know what? Just the fact, so the audience would know, I wrote the script without even going to Hokkaido or to Sapporo yet. So it was very difficult for me because I had to research using Google and vlogs in YouTube, personal vlogs, because I haven't been to Sapporo or Hokkaido. So I researched all of that, and then when we go to Hokkaido, we have only 3 days to do our location hunting, and then we shoot already. So I was like crossing my fingers that all that I have written on my script is right. So true enough, so I thank Google and all the vlogs that I have researched that it was all correct. But then we were in the wrong time, in the wrong season. So some of the locations we were not able to shoot, like the lavender fields and I forgot which location. And there's the blue water. I forgot what's the name of that, Lee. Blue water, and where during winter and summer, it's in between, I think during fall, the water is color blue. Yeah, we're supposed to shoot there, but then when we were there was a storm. So when we went there, it doesn't look good. So we had to change it. Please translate first, Mariton. I think it's too long. Okay. It's too long. Okay. そうですね。本当は来る前に、プロデューサーが、札幌フィルムコミッションとか、コーディネートしたけど、何をこのデータは私全然わからなくて、もうそこの辺がわからない。とにかく来た時に、3日間だけでロケーションを探すのに、でも私はスクリプトな。台本を作ったのに、日本も来てないのに、日本じゃなくて、札幌と北海道も来てないのに、台本を書いたんですので、それを書くのに、Google で北海道と札幌を見てて、いろんな場所を探して、で、本当に Google といろんなブログを見てて、ありがたいことです。本当に、うまくいった。ただ、例えばね、ラベンダーの、畑は、シーズンが違って、ラベンダーがなくて、で、もう一つのところは、青い水があるところで、それは秋の時だけ青水になるらしいんだけれども、その時は台風が来てて、ロケがうまくいかなくて違うとこ行った。あと他はうまくいって、Google といろんなブログのおかげでうまくいきました。で、その時にリーが、来た時に本当に嬉しくて、もうリー見た時に、とても良かったと思います。いろいろと助けてくれて。そう、一応そこです。以上です。なんか私も本当に、2日間ぐらい立ち会いしてたんですけど、最初は丸山公園の時、なぜ立ち会いしたのが、その時、エキストラが結構出演してくれたんですよ。実は札幌フィルムコミッション3000人エキストラいて、で、今回何人が10人ぐらいエキストラ欲しいということで、コーディネーターさんに言われて、すぐ募集して、で、実際ね、
普通はエキストラあんまり喋れないんですけど、今回来たという映画はもう結構バンバンママセリフとか喋ってくれて演技もしてた。まあ、例えば丸山公園の、おばあさん役ですけど、この手紙を渡すシーンが実は、私たちのエキストラなんですよ。まあ、そこはすごい面白くて、なんか、エキストラ以外も、例えば時計台だったり、あとですね、大通公園の撮影だったり、本当になんかすごい面白いなって、フィリピンの撮影、やっぱり日本と全然違って。それでですね、本日、事前にいただいてた質問や感想の中にですね、今日そのまさにエキストラをしてくださった方々も見てくださってましてですね、いくつかメッセージいただいてますので読みますね。Zoom ミーティングで見れることできると聞いて待っていました。この作品にエキストラと参加してセリフ付きの演技をさせていただき嬉しかったです。楽しみにしています。もう一人ですね、あと二人ですね。聞いてみたいことではなくてすいません。一言お礼を言わせてください。素晴らしい機会をありがとうございます。楽しみにしています。あとですね、この映画でエキストラとして参加し、その中からセリフ付きの役をいただきありがとうございました。結構ね、本当にエキストラの人でセリフあるって結構珍しいと思うんですけど、まあ今回ね、この上映会見てくださって本当に良かったなと思います。通訳お願いします。Sabi niya nga, di ba, may mga extras kayong kinuha. Tapos may mga dialogue sila. Actually, nung nakita nila itong Zoom meeting, may mga 3 messages kami natanggap para sa iyo, for the extras. Ang una, sinabi niya, nalalig na may Zoom meeting, and inaantay niya itong Zoom meeting ito. Talagang natuwa siya na nakapagsali siya bilang extra, may dialogue pa siya. So, she's really looking forward to this meeting. Yung isa naman, wala naman siyang actually tanong, pero gusto niya lang daw she wants to express her gratitude. Sabi niya na binigyan mo siya ng opportunity na makasali sa movie mo. Talagang she's really looking forward to this also. And then the other one is, sabi niya, extra nga siya sa movie ito, may dialogue pa siya, and she wants to say thank you to you. Yun ang 3 messages na tagapin sa mga extras na nakamit ko. I want to meet them. I want to meet them. Of course, we have a few extras that we needed there, and it was, very difficult also to get extras at that time because we need to translate and all. And please thank them for me, and hopefully I can meet them. みんなもう一回会いたいですね。本当にエクストラを探すのも私たち苦労しましたんで、こういうダイアログもあって、本当にもう一度エクストラたちにもう一回会いたいですねっていうことです。実は、今コロナの状況で、私たち札幌フィルムコミッションの方は毎月1回ボランティアエキストラとのなんかオンライン交流会とかやるんですよ。今度ぜひ監督ゲストとして来ていただいて、皆さん今回、北参加した方々と、オンラインで、お会いましょう。ぜひ。Actually, sa Sapporo Film Commission, meron silang once a month na online meeting. And you can join us, you can join and meet these people who have been extras. This meeting are usually for the extras daw sa kanila. Okay. No, sorry. Yung last line mo medyo nag-choppy lang. Yung meeting. Yeah, they hold sila ng meeting once a month sa Sapporo Film Commission. Yung mga extras na to, kinagather nila, they talk. So maybe you can join sa meeting na to. Yeah, sure. Of course. Yeah. Zehi. Sure. Let's just schedule it, and I can join, definitely. Schedule, 組んでくれたら。わかりました。じゃあちょっと、監督とその参加したエキストラのスケジュールを合わせて、またぜひやりましょう。Okay, she'll try to schedule a meeting with all those extras, so you can meet them in the meeting, okay? はい。でですね、ちょっと今まではその映画の撮影中、撮影前のお話をたっぷりお伺いしたんですけれども、じゃあここからはですね、その映画の上映中またはその映画が上映された後どうなりましたかっていうお話を聞かせていただきたいと思います。
で、こちらの映画はですね、今回本日お見せいたしましたのは、フィリピンの劇場で公開されたもので、ネットフリックスに上映され、配信されている作品なんですけれども、そのワールドプレミア、一番世界で初公開したのは、先ほど話が出ました大阪アジア映画祭なんですけれども、そちらでのちょっと思い出話を少しだけ聞いてもよろしいでしょうか、シグリッド監督。Okay, ngayon gusto natin if you will, she wants to talk about like during the filming and after the filming. And you know, this film has napalabas sa Pilipinas, now it's in Netflix also. Tapos yung unang premiere niya, world premiere niya sa Osaka Film Festival, di ba? Medyo, gusto niya sanang we'll talk about that partly right now. Is that okay? Yeah, it's okay. Yeah. Okay. いいです。はい。私も一緒に、シグリッド監督、アレサンドラさん、あとプロデューサー、カメラマンの人たちと大阪で映画見て、みんなでね、集まってあったねって話をしたんですけれども、どうでしたかね。もう一回言って、切れたわ、最後の辺。ごめんなさい。一緒にシグリッド監督とか、アレサンドラ、あと、カメラマンと、プロデューサーとみんなで一緒に大阪で初めての映画を見ましたけれども、大阪ではいかがでしたか？ Okay. Remember in Osaka, the first time you showed your film, you and Alexander, the producers and the cameramans were there. So how was it? Well, it's our first time to show it in Japan. So we don't know what will be the reaction of the Japanese people, and not only the Japanese people, it's our first international premiere. So we've shown it in the Philippines, and it earned a lot of money. Fortunately, it was a blockbuster. So, but you know, the culture of the Filipinos is different from Japanese culture, because I remembered when I showed my first film in Osaka Asian Film Festival, it has a different reaction from, you know, between the Filipino audience and Japanese audience. So I was really nervous because Kita Kita is comedy, and Japanese, I realized that, you know, going back and forth to OAFF, Japanese audience are, you know, when they laugh, it's not very loud. So I don't know if they appreciate the film or not. So we were really nervous when we showed it in Japan. But then after showing it in Japan, they were all laughing, and it was very touching. After the screening, they will fall in line, and then they will wait for their turn to do this signing, the autograph signing. And then there's a translator behind me, and they were translating. And then some of the audience were really crying when they were going up to me and to have my signature. So it was really a touching moment for Alessandra, me, and even with my cinematographer who was there also. 林田さん。Okay. はい。いや、初めて日本で。It was long. Yes, okay. I made memos. 最初に日本に見せたのは大阪なんですよね。本当はどうやってみんな置けるか分からなくてドキドキしました。本当にどうなんだろう。私も最初の映画を日本に見せたときに日本の見てた人とフィリピンの見てた人のリアクションがちょっと違うんで、だから今回もすごいなんていうかな、ナーバスなんですよ。ででもみんなが見た後にまず日本の人たちはあまり大きな声で笑わないんですよね、映画見るときに。今回はKita Kitaはコメディなんで、フィリピンはみんな映画館の中で大笑いするんですけど、日本人の人たちはそんなことはしないんだけれども、見せた後にみんながすごい笑っててくれて、その後にもみんな並んでサインをもらう並んでて、で私が通訳がいて、で泣いてる人もいて、とっても感動しました、みんなのリアクションで。で私だけじゃなくてアレサンドラもプロデューサーたちも感動してて、そんでよかったと思います。
で大阪でね、上映された後、いよいよ、フィリピンで上映されたんですけれども、その時のそのフィリピン公開での皆さんの反響とかですね、今回冒頭でもご説明いたしましたけれども、インディペンデント映画としてはもう本当に予想外の大ヒットになりましたけれども、このあたりのお話聞かせてください。You're actually she's saying that your movie is an independent movie, right? And it became really a good blockbuster movie. Maybe you can talk about that part, like. Okay. My producers are first Joyce Bernal. She's a very famous mainstream director in the Philippines. And Piolo Pascual is one of the most handsome actor in the Philippines. And the third one is Erickson. Erickson is the manager to lots of the famous actors and singers in the Philippines. So the three of them put up a company that is named Spring Films. And it's still considered as an independent film because it's not backed up by big production houses like Viva Films or Star Cinema, which are the big players in the film industry here. So it's still called independent film. So that's why in the Philippines, they're kind of confused if it's an indie film or not, because my producers are very famous in their field. So, but it's still an independent film. And on our first, it was Kita Kita is the life of this film is very surprising for everyone because first it's not a linear story. It's not a linear story. And then the two actors are not very famous. They are famous for supporting actors maybe, but then they're not like the lead ones. And then the ending is different. I don't know if I should discuss the ending, but then the ending is different. One of them, something happened to one of the protagonists. So you see, in a mainstream film, those are no. So it was a big surprise for us that Kita Kita has earned a lot, and a lot of people were able to appreciate it. So sorry, I'm Okay. maybe you can translate first. Okay. Yeah, it's too long already. Yeah. Kita Kita はインディペンデントフィルムと言っても、でもスプリングフィルムスは3人の人が作った会社なんですけども、ジョイス・ベルナルというすごい有名な監督で、ピオーロ・パスコアルってすごいハンサムな女優と、エリクソンは俳優です、俳優。ごめんなさい、俳優、すいません。で、エリクソンはごめんなさい、エリクソンWhat was Erickson about? I forgot, I did got him. He's a talent manager of famous actors, actresses, and singers. Okay. で、エリクソンさんは有名な俳優女優たちのマネージャーなんですけれども、この3人を作った会社がこのスプリングフィルムさんですけれども、大きな映画会社じゃないから、だからインディフィルムス、インディペンデントフィルムスでもまだ入るんですけど、できたはこれ有名なのあったとヒットしたのも私たちもすごいびっくりしたんですよ。まず映画は普通の映画じゃなくて途中で変わってることがあって、で女優俳優両方とも有名な女優俳優じゃなくてサポーティングアクターとアクトレスだったんですよ。で普通にストーリーラインが変わってるんで、だからでも起きられたのもすごい私たちはすごいびっくりしました。一応ここで。Yeah, and then on our when we finished the film, we were like asking for help to have this backup in distribution, and it was turned down so many times by a big production company. And until Viva Films is like one of the biggest producers also here in the Philippines, and because Viva, Boss Vic, who owns Viva, loved the film so much, so he took the chance to distribute it.
on our first day, we earned only 1 million pesos. Oh, no, 2 million pesos. I don't know that's how much in dollars or in yen. Maybe that's 4 million yen. Yes. Maybe it's like times 2, right? Oh, right. It's times 2. So we earned only 2 million pesos at that time. And that's on our first day. And then from 150 cinemas, it was down to 70 cinemas on the second day. But then on the second day, we earned 4 million pesos. And then on the third day, surprisingly, on a Friday, we earned 24 million pesos. And then it went on and on, and from 100 million pesos to 400 million pesos. So yeah, so, and the rest is history, I guess. It was a blockbuster. Yeah. But we didn't really expect that. Yeah. 一応そこまで。I'll just say from here. 映画ができたときに、この映画を、映画館に見せるのもすごい大変だったんですよ。よく断られて。で、Viva っていう会社がすごい大きな、映画会社なんですけども、その Viva の社長が、この映画を気に入って手伝ってくれたんですよ。だから最初は、最初の150映画館に出たのに、最初の1日は、400万円かな。の利益が出て、でも2日間目は150映画館から70映画館に減ったんですよ。それでも、倍ぐらいの、金額が入って、で、少しもうすごい、100 million ペソスからもう400 million ペソスに上がって、すごい、ブラックバスターになったんですよ。だから私はすごいびっくりしたんですけれども、そういうことになると思いなかった。以上です。リさんも札幌の方、sorry. It earned around 900 million yen. Yeah. Oh, 900 million yen. 900 plus million yen, I guess. So it's like 1 billion yen. It earned 1 billion yen. But on the first day, on the first day it earned, it earned around 2 million yen. Oh, maybe 2 to 3 million yen only on the first day. Yeah. Okay. 全部でなんか何万 ?90 万9000万私はすごい計算ができない。みんな900 million yen。で、万になるとどうなるの？ごめんなさいね。数学私強くないんで。すごいとにかくもう大きな利益が、になったんです。ちょっと、制作費と、公共収入ね、実は私、いろいろ調べて、ちょっと今共有したいなと思いまして。そっちの方がいい。はい。実はね、それは、私、2019年に、フィリピンで、そのエリクソンさんというプロデューサーとお会いして、いろいろ聞きましたんですよ、お金の話について。で、制作費、実はね、さっき監督も言った通り、すごい、10人ぐらいのスタッフなので、本当にインディペンデントフィルムなので、すごい少ないんですので、約2000万ぐらいの日本円で制作費全部、旅費とかいろいろ含めて、なんと公共収入はその40倍もありまして、約8億日本円を稼いだっていう話を聞きまして、で、なぜかというと、実はストーリーもすっごい良くて、皆さん見たかもしれないけど、見たことない人はぜひ、1週間限定、無料限定で公開、日本語字幕公開するので、そのストーリーを見ていただいて、で、実はマーケティング、さっき、監督も言ってたんですけど、すっごいエリクソンさんが、そのタレントの会社が、経営していて、すごいなんか SNS の発信だったり、いろんなセレブを、お願いして、インフルエンサーでお願いして、発信してもらったりするし、あと新しいものっていうのが結構フィリピン人が好きで、その新しいものっていうのは、実はね、フィリピン映画
あんまり札幌というか北海道撮影したことなくて、で北海道、札幌ってフィリピン人にとってはすごい新しいものなので、その3つのエレメントというか、大ヒットの理由にはなったんじゃないかなと思いまして、あとマーケティングに関して少し、補足なんですけど、私が、北北支援したんですけど、急に、札幌市の観光の方から、言われて、急にすごい 90% ぐらいフィリピンの方が、ようこそ札幌というホームページなんか見たんですよって言われて、そこからいろいろ、なんでって、もしかしたら北北っていうことで、実際、なんで、7月公開したんですけど、その7月の上旬ぐらいにすごい、札幌を関心持ってくれることがすごい不思議で、その件についても、プロデューサーに聞いたんですよ。で、要はプロデューサーが、公開する前に、その上映会というか試写会を、100人ぐらいのセレブを呼んで、で皆さん、その影響力があるので、本当にライブ中継で、泣きながら映画の感想を言ったり、自分のブログでこの映画見ないと損するよという、なんか結構映画 1から10というのがなんか理由とか結構、モチーフになってるんですけど、でその、インフルエンサーたちも、この映画見ないと損する理由10個を書いてもらったりするんですよ。でそれを1週目よりはやっぱり2週目の方が、動員者数っていうかの方が多いという理由になったということで、あとですね、さっき、言ってた、実はね、この観光ホームページ、左側見たと思うんですけど、6月から7月、急に青い線がビュッて伸びたんですよ。で、91% ぐらいのフィリピンの、方が、そのようこそ札幌の観光ホームページの英語版を見てて、なんかそこはやっぱり全て北が公開するタイミングで合致して、本当に、なんていうか影響力高いなと思いまして、私、公開の時はこういう話、なんか面白いなっていうことで、今、共有しました。はい。いいですか？はい。どこから始まったんや？林田さん、ポイントだけで大丈夫です。yung pinakita niya kanina kung bakit sa palagay nila, sinek nila kasi kung bakit naging hit ang kita-kita, sabi niya nga yung storyline maganda, tapos yung marketing magaling, tapos bago yung location sa Hokkaido ngayon lang, sa Sapporo ngayon lang nangyari yung, kaya yung three factors na ito probably is the big reason na naging hit yung kita-kita. Tapos may research nila yung magkano ang budget nyo na ginawa ang film, and then magkano ang pumasok na pera kanina pinakita niya sa screen. Tapos hindi lang yun, nung pinapalabas mo itong film na ito no June, July, yung homepage ng Sapporo, yung English section, yung nag-visit, nag-hit ng kanilang like nakita mo yung graph, biglang tumaas na gano'n yung blue. 90% Filipinos, chinek nila yung English page ng Sapporo or Hokkaido. Kaya nagulat sila, bakit? Nalaman nila because of kita-kita. That is it. Parang gano'n ang gist na sinabi niya. Tapos may mga vlogs pa nagsabi, kailangan panoodin to. Wait, let me just clarify. Okay. You go ahead. Wow, that's great to hear. Let me just clarify about the producers. Erickson, Joyce, and Piola are my executive producers. The producer that I'm talking about during the shoot is different, okay? Yeah. Mazo, so let me just clarify it. My executive producers are good, okay? 私たちの executive producer って言って、Joyce, Bernaldo, Pascal と Erickson は立派なフィルムプロデューサーで executive producer なんです。まずそれを間違わないようにしてください。今話聞いてとても嬉しくてありがとうございます。先のヒットもオンラインのヒットも 90%、グラフ見てビューンと上がったのも良かったですね。以上です。Sigrid, meron pa dialogue? Okay na. Magpa-break tayo. Okay. Yeah. ではですね、後半、そのフィリピン映画が、この北北が上映された後どうでしたかっていうお話に入りたいんですが、ここで少し5分ほど休憩をいただきたく思います。その間に皆さん、もしまだこんな質問したいっていう方は、チャットボックスの方に入れていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。5分ですね。
では続きに参りたいと思います。フィリピンでものすごいヒットに、ビッグヒットになったんですけれども、その影響で札幌のサイトの方もフィリピン人からのアクセスが非常に高くなったというお話まで言ったんですけれども、リーさん、それでね、観光マップを作成されたということなんですけれども、そのお話聞かせていただけますでしょうか。そうですね。その後ですね、いっぱい人が、いっぱいフィリピンの観光客来て、で、実は直行便の話もあったんですよ。で、直行便来る前に、なんか私たちなんかやらなきゃならないっていうことで、やっぱり観光マップをちょっと作りましたんですね。今共有しますが、こういうロケ地マップですけど、全部英語版で、やっぱり、ベロタクシーだったり、札幌のテレビ塔だったり、大通公園だったり、そういうところをマップにして、観光客、フィリピンから来た方に、配るという感じですね、初日の。で、その後ですね、もう一つちょっと共有したいものがありまして、実は営業力がすごいんですよ、この北北。2016年8月撮影で、本当に2週間ほど撮影したんですけど、次の年2017年公開したら、さっき言ってた札幌の、観光ホームページがフィリピンからのアクセス数は 91% 増加して、実はね、札幌ビルからも、話があって、じゃあ現地の売り上げは急上した。で、その後に、プロデューサーとか監督聞いたら、フィリピンの札幌ビルさんが結構パーティー開いて、でスタッフたちみんな呼んで、なんか、お祝いしましたっていう話も聞きました。で、2018年公開後の1年ですけど、結構フィリピンの観光客がめっちゃ増加したというか、年間42万人ぐらい、前年と比べたら 21% 伸びました。で、それでフィリピン航空の、社長さんが、日本支社長さんが札幌来て、そのロケ地巡って、どこでロケ地撮影したというのかちょっと見て、で、その後にフィリピン、から札幌の直行便を検討したんですよね。なんか実際、2019年から、直行便できたんですけど、週3便ぐらい飛んでましたんですね。月曜日、水曜日、金曜日。コロナ今、ちょっとお休みになってるんですけど、そういう記事とかもありまして、さっき言ってたよこさ札幌のホームページですけど、でこっちはJNTO のホームページでも見れるんですけど、フィリピンの、観光客は本当に毎年増加して、21% とか18% とか、そういうのが年々、増えましたんですね。あと、2年前、フィリピン、訪問して、直行便も、できたという話、フィリピン航空にもお伺いしたんですけど、その時は結構 75% の高水準を、保っているというか、そのお客さんの、ちょうど、お客さんの、そうですね、率とか。で、あと結構ロケ地マップ、さっき作ったロケ地マップも機内で上映したり、フィリピンの、から来る、ちょうど、2、3時間、3、4時間ぐらいかな。で、ちょうど、北機内でも見れるということで、結構、面白いというか、いろいろありますね。で、実はちょっとこれ追加の話ですけど、北の時、エリクソンさん、さっきのプロデューサーのところ行ったら、なんかスプリングフィルムが、なんかバナナとハートの、なんか衣装貸してくれたんですよ。実は私たち、そうですね、北のロケ地マップも配ったりするけど、イベントを開催しましたんですよ。フィリピンと現地のショッピングモールで。で、その時、藻岩山の、その店舗台の写真を拡大して、で、スペインフィルム貸してくれた衣装を結構子どもたちがみんな着て撮影したいということで、いまだに北はすごい人気で、現地で行ったら、北のマップが欲しいとか、北見ましたとか、札幌行きたい、日本に行きたいけど、なんか雪祭りいつですかとか、
なんかそういう質問すごい受けましたので、だから、私、現地行って肌で、感じたのは、北北の凄さというか、みんなやっぱり北北見て札幌を知ってもらったということが結構ありますね。はい。私の方からちょっと長くなったんですけど。はい。いいですか？はい。ポイントだけお願いします。ポイントだけ。she was talking about the map that she made about the Kita-Kita map na Yeah. ginawa nila ito kasi hindi siya nag-umpisa doon, sorry ha. Yung sasabi nga na-feel niya how ang effect ng Kita-Kita film sa Japan. Like for example, di ba, 2016, 2 weeks ng shooting kayo, 2017 nag-show. Nung sinaw yung film, 91% tumaas yung access dun sa kanilang homepage. Tapos yung Sapporo Beer din, ang sales tumaas. Tapos this was a point na ang Sapporo Beer nga, nag-open pa sila ng party to celebrate yung pagtaas ng sales nila. And then yung CEO daw ng Philippine Airlines nagpunta at they opened a direct flight from Manila to Sapporo. Tapos Monday, Wednesday, Friday. Tapos yung flights hindi puno yung aeroplano, 95% yung capacity ng aeroplano na pupuno nila. 3 to 4 hours nga lang yung trip. Pero, and then, pag ginawa nila yung map na yun to show the locations na ginamit nyo sa Kita-Kita, and then si Erickson daw dumating doon, pinahiram niya yung kanyang costumes, yung banana costume, saka heart costume. Tapos nag-start sila ng event sa isang shopping mall that they can wear the costume and take pictures and then that. Hanggang ngayon na, may mga tao pa naghahanap ng map na yun eh. Kung meron pa ba yung map na yun, kung kailan uli magkakaroon ng event. So, na-feel niya talaga ang effect ng Kita-Kita sa Sapporo, which is really good. Joris. Well, I just heard about that now. So, yeah, of course, Pal, they invited me, the Philippine Airlines invited me to this event. And I was really surprised because I didn't know what is the event for. And they just told me you're like one of the guests because of Kita-Kita. And I was actually surprised that they're launching the direct flight going to Sapporo. And then you gave me the pamphlets, like tour, Kita-Kita tour. It was so touching. And I was really surprised that, with our humble film, it helped a lot. The tourism of Sapporo. So it helped a lot of people, especially Filipino people, to go to Sapporo and to discover the beauty of Sapporo, especially during summer or winter. Because usually the popular places in Japan is always Tokyo, Osaka, Kyoto, and I want them to discover the beauty of Sapporo, and which is or Hokkaido, to be exact. Yeah. 本当は初めて聞くんですよね、このことは。で、前もパール私を招待して、なんかそのオープニングをするのに、ダイレクトフライトを作るのに、びっくりしたんですよ、それが。で、なんでかなと思ってたら、Kita-Kitaのおかげで、やっぱり札幌とか北海道、興味のあるフィリピン人が行って、で、すごいびっくりしたんですよ。で、普通だったら、やっぱり東京、大阪、京都、みんな行くんじゃないですか。でも、Kita-Kitaのこのちっちゃいな、身近な、映画で、札幌も、みんなを向くようになって、私もとても嬉しいです。ありがとうございます。本当にいっぱい、観光客が、来ていただいて。はい。ありがとう。どうもありがとう。Yeah, you can understand that. Thank you. Because of your film, yeah, so many tourists came to Sapporo, Hokkaido. Well, I'm very happy also because Hokkaido should be discovered by a lot of people. Because Hokkaido is really beautiful even in summer, and I wish to go there during winter also. I know it's going to be very difficult for us, like Filipino people who are not used to winter, Cold. but then I think it's also beautiful in Hokkaido during winter. 私もね、みんなが札幌とか北海道を見るようになったのは、私もとても嬉しい。北海道、札幌、とっても綺麗で、夏でも。でも私も冬は、行きたいなと思うんですよ。私はフィリピン人なんで夏の国から大変だと思うけど、でもぜひ、冬の時には行きたいなと思います。
ではですね、もうお時間もちょっと迫ってまいりましたので、皆様からいただいておりました質問、Q&A セッションの方に行きたいと思います。で、今まさにですね、そのシグリッド監督から、夏だけじゃなくて、冬も行ってみたいというお話があったんですけれども、お二人の方からご質問いただいておりました。シグリッド監督に、再び北海道を舞台にした映画の構想はありますか？Okay, we've been talking of you also coming to Hokkaido during the winter time, di ba? Pero may dalawang taong nagtanong na, may mga plano ka pa bang mag-set uli ng movie sa Hokkaido? Yes, of course. And there are a lot of places that I haven't been to. Like what I've said, I've been Googling Hokkaido or Sapporo, and there are a lot of places that are really, really interesting also, but I haven't been able to shoot. So, and I really want to shoot during winter time because Hokkaido is known for winter. So I'd like to explore on that. And hopefully someday after this pandemic, maybe that we can go there and explore more of Hokkaido. もちろんですよ。私もまだ全部のところ、たくさん行ってないところあるんで、いつも Google してね、北海道と札幌 Google して、もうすっごい行きたいところたくさんあります。で、今度はもちろん北海道は冬が有名で、今度冬にロケしたいと思います。で、多分この新型コロナウイルスのパンデミックが終わった後にぜひ行きたいなと思います。ありがとうございます。では続きまして、こちらもシグリッド監督へ、今回のロケで心に残った場所や出来事ありますか？Okay. When you were there shooting, were there places or experiences that left a really big impression on you? I like the Otaru Canal. Otaru is also where the place of the music box, right? Where the music box collection. Am I right? Otaru place, Tamaki. Yes. Is that right? Yes. Yeah. I like that place. It's very small, but then there are lots of interesting shops there. And I like to shop, so that's why maybe I like it. Aside from Asahidake and BA, and yeah, I like the Otaru place. Yeah. And what else? Can we stop there for a while? Yes. Yeah. 小樽カナルってミュー小ジックバック樽運河です。OK。ごめんなさい。わからなくて。一応、ミュージックボックスのロケのところなんですけども、とても狭いなところだけども、いろんな店があって、面白いものを売ってる店、たくさんあって、私は買い物するのが好きで、本当にこの場所が気に入ったんです。OK, go ahead, Sigrid. OK。じゃあ次の質問ですね。こちらも、シグリッド監督に、映画作りで何を大切にされていますか？There's a question here. What is important for you when making a film? Anong mahalaga sa'yo pag gumagawa ka ng Yeah. Go ahead. But it's very, whenever I write my own films. So it's very important for me to know what do I want to tell the world before I write something. Why do I need to tell this story to a lot of people, and what is my intention as a filmmaker or as a director? Why do I need to make this film? Why is it so important for me to tell this story? So that is how I question myself first before I write the script. So that's the most important thing for me before I write my script or do my film. 私は自分の映画の台本は自分で作ってるんですよ。ストーリーも自分で書きますので、だから私はそのストーリーを考える前に、台本作る前に、まず私は世界に何が言いたいかっていう自分で質問するんですよ。で、何が伝えたいかという、それを大切だと思うんです。何を伝えたいか、何を伝えたいかっていう答えができたら、今度自分のストーリーとか自分の台本を作れるようになります。
以上です。では映画制作のお話の続きになるんですけれども、こちらのきたきたの続編はお考えでしょうか。Going back to the film, do you plan to have part 2 of the film, or like a sequel of the film? Well, no, because of the ending. Okay, I can't say the ending, but then I don't think there. I have any plans of doing a sequel of the film, but I'm doing another film that stars Alessandra and Empoy also. So it's not a sequel. It's not even a prequel. It's a different film, but starring Alessandra and Empoy. So 40% of that film was shot in Baguio, which is north of Luzon, and here in the Philippines, and 60% will be shot in Paris. このキタキタの次のフィルムはパート2みたいなのを作るつもりはありません。でもなぜかというか、エンディングのことであるんで、だからもう続きがないんです。でも同じ女優と俳優でエンポイとアレサンドラで新しい映画今作ってるんですよ。その 40% のロケはバギオシーにロケされて、これフィリピンの北方にあるんですけれども、でその6割はパリにロケ行きたいと思います。また全然違うストーリーなんですけれども、2人の出てくる映画なんで、どうぞぜひまたできたら見てください。はい、そうですね。とても楽しみにしています。ではですね、今回の映画のタイトルですね、きたきたっていうところに質問がいくつか来ております。まず一つ目、タイトルのきたきたに惹かれました。インドネシア語では北は私たち、相手を含む私たちの意味で、タガログもそうなのかなと思いました。でも調べましたらそうではないことが分かりました。この方はこのキタキタっていう音が好きです。もう一つはですね、日本語では北ってノース、いわゆる北 is north、北と北、ね、と掛け合わせているように感じるんですけれども、偶然か意図的にそうされたんでしょうか。2つ。質問は1つですね。お願いします。Okay, there are two questions which actually seems to be like one. The one person saying na gusto niya yung sound ng title na kita-kita. But in Indonesian language daw, ibig sabihin nito as including yung kausap mo, no? So parang tayo in Tagalog. And I thought pareho din yung meaning sa Tagalog, but tiningnan niya hindi pala. But gusto niya yung sound of the words kita. Then in Japanese, kita means north, and another kita means come, no? Na pinag-combine mo, come to the north, parang ganun ba? So ito ba ay accidental o intentional? Gusto niya malaman. Okay, yeah, now well, the history of this title, the original title was I see you, like EYE, like the I, and then see you. Oh. So it's like a play of words. And then, yeah, that was the original title when I was writing the script. And it's corny for me. So I changed the title into the Filipino term of kita-kita. When you say kita-kita, it's I see you. Like letter I, like me, I see you. Yes. But then if you say it faster, if you say kita-kita, see you later. So there's a different meaning also, kita-kita. And then when you say kita, so kita can also mean see, but can also mean earning, big earning. So I want to double the earning. So I wanted kita-kita. So for me, it's like a lucky title. But then after shooting in Japan, I went to Aichi Film Festival where my film was shown. And they knew about my film Kita-Kita that I was shooting. And then they thought that I made the film because it's like Kita means north and come to north. So you made the title intentionally
like come to Hokkaido. Oh no, I didn't know about that. So it was a happy accident actually when they told me that kita means north and kita can also mean come. So it's like come to Hokkaido. So it was like a happy accident. So I'm very happy with the title. It has all these meanings. Yeah. はい。OK。本当はね、もともとのタイトルは I see you というタイトルだったんですよ。でもなんかちょっとかなって感じで、タガログ語のキタキタにしたんですよ。まあ、キタキタっていう、あなたが見えていますという意味なんですけれどもね、日本語としたら。でも、簡単にキタキタっていう、その発音の発音に違って、例えばキタキタは、あなたが見えているということね。キタキタって言ったら、また会うねっていう意味もあるし、で、キタのという言葉も、収入という意味もあるんですよね。だから収入が、この映画から収入が入ってくるっていうもあるんで、だからこういうキタの言葉自体が私には運がいいかなと思うんですよ。で、映画ができた後に愛知にも見せたんですよね。で、愛知行った時にみんな聞かれて、初めて聞くんです。初めて分かったんですよ。キタって、キタのとこう来るのキタの意味があって、でこれは本当に偶然です。これはそういうつもりじゃなくて全然違うつもりでキタキタっていうタイトルをしたんです。だからそういうことです。ありがとうございます。それではですね、ロケの質問について、シグリッド監督になんですけれども、ロケ場所の選び方や、こういうところだと嬉しいといったことがあるのか聞いてみたいです。Okay, this is a question to Director Sigrid again. Yung meron ka bang like criteria pagpili ng location mo o meron ka bang na pag may nakita ka location na feel mo na maganda itong location na mas masaya ang magagawa mo sa location na to. Tell her if how you choose this location or certain locations. Okay. First, with all of my films, I think most of them are like shot not in the Philippines or if ever in the Philippines, like one of the tourist spots. And I choose the locations that are not very famous and I want them to be discovered if I like this location. So like, for example, in Japan, like what I've said a while ago, Japan famous cities are Osaka, Tokyo, and Kyoto, and a lot of people have been going there, and I want to encourage them to discover more of Japan, like for example, Hokkaido and Saga or other places that's to be discovered. So that's one of the criteria that I'm looking at. Like for example, the one that I'm shooting in Paris, we're going to shoot in locations that are not tourist spots. So even if here in the Philippines, if I'm shooting in Baguio is one of the number one tourist spot in the Philippines, but then I'm shooting in places that have been discovered yet. So those are like one of my criteria when choosing a location. And then another one is there should be a meaning in my story. It shouldn't be like a background only. It should have like maybe a symbol or meaning to the story, so that I can incorporate it into the story. Okay. 私は場所を選ぶのはだいたいフィリピンでも外国でも有名じゃない場所を選ぶんですよ。なぜかというかやっぱり私が気に入った場所で有名じゃない場所みんなにもぜひ紹介したいみたいな感じで、例えば日本の場合は大阪、東京、京都はもちろんみんな行ってるんだけれども、北海道とか札幌とかみんな行ってなくて、だからみんな全員この場所も紹介したいんですね。今の撮影してる映画でもバギオと言ってた、さっき言ってたロケなんですけども、有名なロケなんですが、でもバギオに行ってもやっぱり観光の人たちが行ってるところじゃなくて、バギオのやっぱりもっと有名じゃない
ところでもすごく綺麗なところ、私もみんな紹介したいからそういう選ぶ。だからそういう選び方なんですね、まず。で、それでもう一つはもちろんストーリーに関係ある場所、関係ないとただ綺麗からそこでするんじゃなくて、ストーリーに関係あるもので選ぶんです。一応、その2つです。ありがとうございます。では、この次ですね、2つ、札幌フィルムコミッションのリーさんにご質問させていただきます。まず1つ目、ロケで苦労したことありますか？この北北のロケで苦労されたことありますか？また、話などがあったら聞きたいです。先ほどね、たくさんお話ししてくださったんで、まだこんなのあるよっていうのがございましたら教えてください。で、もう一つですね、札幌で英語の通訳ガイドをされている方から、このコロナが落ち着いたら、フィリピンからいらっしゃったお客様に、この映画のロケ地を説明したいと思います。説明するんですけれども、またこのロケ地以外でフィリピンの方におすすめの場所ってございますでしょうか。2つお願いいたします。はい、ありがとうございます。今回、北のロケは、さっきも話したんですけど、結構、短い時間だけど、やっぱりね、商談は、やっぱり、あんまりそうですね、相談する時点が、監督実際ロケハンも来ないということが結構、珍しいケースというか、だいたい撮影前の1ヶ月とか、半年前とかロケハンとかいろいろ見てから台本書いたりするんですけど、今回はもう本当に監督が全部 Google で調べて、来たらもうすぐ撮影ということが、とっても珍しいというか、準備の時間本当に全然なくて、だからそこが、短い時間の中に私たち何ができるのがやっぱり限られているので、あと、今回のロケは一番苦労したっていうのが、私の苦労ではないけど、メインのロケ地、藻岩山が、あって、そこのロープウェイが、使わなきゃならないんですよね、山頂まで行くのに。で、ちょうど監督来る時、8月ぐらいかな、結構台風とか来てまして、で、最初、その日はもう藻岩山で撮影しなきゃならないけど、ロープウェイは中止になっているというか、運行停止ということで、監督に言ったら、どうしようということで、すぐ、じゃあレストランのシーンに、買いまして、撮影できるレストランありますかって聞かれたんですけど、私もすぐ、このレストラン撮影できるということは、今、その時は言えなくて、で、コーディネーターさんの方が、調整したんですけど、こういう苦労、天気の、せいでいろいろスケジュール変わったり、そういうことは苦労してたんですね。あと、さっき言ってたどんなロケ地おすすめっていうのが、結構ね、さっき、監督も言ってたんですけど、夏は、来たことあって、冬まだ来たことないんですけど、結構冬も、北海道というか札幌いっぱいいいロケーションあるので、例えばスノーモービルできるすごい雪原があるとか、一望できる、雪一望できる場所だったり、あと建物も歴史的な建物結構あるので、例えば、最近文化財になった、北海道資料館とか、こういう文化財のところも結構いろいろあって、ぜひ今度監督来たら、私の方がいろいろご案内したいなと思います。はい。Should I interpret? 以上大丈夫です。大丈夫ですか。はい。ではですね、もう一つ、こちら、シグリッド監督に、私は視覚障害者を伴走しています。フィリピンの視覚障害者をサポートするフィリピンでの現状を教えてください。Okay, this is a question for Director Sigrid, okay? Okay. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, may kasama siyang visually impaired, no? So, hindi nun bulag at anyway, gusto nilang malaman kung ano ang sistema, sitwasyon sa atin na for supporting visually impaired in the Philippines. Do you have any input on that? Yeah. I researched about that, but then I think, but our country, there are like private institutions
that supports the visually impaired Filipinos here. But then I don't think there is what do you call this, a government institution or that really supports. But there are a lot of private institutions that supports visually impaired persons here in the Philippines. But then more than that, I think the issue is it's not what I learned when I went to Japan. The difference between Japan and the Philippines. Unfortunately, in the Philippines, we are not disabled friendly country. Because like for example, in Japan, you have these I don't know what you call it in the street. You have like a guide for visually impaired. That's why I have those close-ups of on the street. They have like small buttons or corrugated, like for the stick of the blind. So I particularly asked that when I was in Japan. What is it for? It's for the blind persons to navigate where they can go to a certain place by just using their stick. And then you have buses that goes down for if you're on a wheelchair, right? So I mean, there are a lot of not only programs but a lot of places or transportations that are customized for persons with disability. And unfortunately, in the Philippines, we're not like that. But then, we are living in a third world country and we cannot maybe do that like in Japan. So, yeah, that's all. Sorry, it's too long again. Maritomi, Okay. can you translate it? Okay. 本当はね、こういうことも調べたことあるんですよ。で、フィリピンでは、国自体がそういうサポートあまりないんだけども、もちろんプライベートの会社がいろいろなサポートを出してくれるからもちろんお金がかかる。でも、うちの政府は、そのサポートはないんですね。日本と違って、例えば日本は、障害者にすっごいいろんなことをやってくれて、例えば道のところに点字ブロックつけたりとか、バスなんか置いたり、足の不自由な人は上がりやすいように、いろんな設備とかものがあるんですね。フィリピンはそれはないんですよ。私たちは貧乏な国なんで、フェードルカントリーな国なんで、やっぱり多分余裕がないだと思うんですね。だから、そういうことですね。あんまりないですね。はい。それではそろそろ時間が押してきましたので、最後一つだけたくさん質問いただいてたんですけれども、あともう一つとさせていただきます。もう一つですね。私は今フィリピンに住んでいて、コロナのパンデミック前はよく地元の映画を見に行っていました。そこで思ったのは、なぜかフィリピン映画はハッピーエンディングじゃないものが多いということです。テレビのドラマもそうなんですが、最後泣いて終わります。フィリピン人は悲しい結末が好きなんですか？どうぞ教えてください。最後の質問です。Well, we don't have really much time, so this is the last question, okay? I live in the Philippines right now. Tapos before nung COVID na to, pandemic, madalas ako manood ng mga local films sa movie houses. Pero napapansin ko, sabi niya, that for some reason, si mga Filipino movies are usually not happy endings. Marami yung malungkot ang ending. Kahit yung mga TV dramas natin, hindi happy yung ending nangyayari, naiiyak ako sa dulo. Bakit ang mga Pilipino gusto ba nila ng sad endings? Can you please tell me? Sabi niya. No, actually, most of the Filipinos and most blockbuster films do have happy endings. So that's why with Kita Kita, it's very rare to have a mainstream film or a blockbuster film that has a sad ending. So it's the first time, I think, for like Kita Kita to be a blockbuster film that has a very, very sad ending. Usually with that kind of ending, we have it in the independent films, but not in the mainstream industry. Yeah. Okay. そんなことないんですよ。そういう悲しいエンディングは普通はブラックバスターのフィルムも大ヒットのフィルムにならない。大体大ヒットの映画になったら大体ハッピーエンディングが多くて。
で、こういう私みたいな作ったインディペンデントフィルムは、こういう悲しいエンディングが多い。でも、大きな映画は大体ハッピーエンディングなんです。ということです。ありがとうございました。ではそろそろもうお時間も迫ってきましたので、このあたりで終わらせていただきたいんですけれども、最後に、シグリッド監督から、そしてリーさんから一言ずついただきたいと思います。まず、じゃあ、シグリッド監督から一言お願いします。Okay, so we're ending this night now. So, any last words, please? For Director Sigrid, please. Your kind of closing words. Go ahead, please. Okay, first I'd like to thank again the Sapporo Film Commission and the organizers of this event. And Kita Kita is still showing on Netflix. So please watch if you have time. And I hope you can support my next film, which is the star will be Alessandra and Empoy, and we're shooting it hopefully this July, so hoping to finish it this year. And yeah, I think that's all. And it's also an honor for me to choose the place Hokkaido. It's not very hard for me to promote it because it's such a beautiful country, and for me it's a very poetic country. It's a poetic place, a country. But then, so it's not very hard for me to promote it. And I'll be glad to shoot another film again. And like what I've said, maybe during the winter time. And I really hope to go back to Hokkaido and visit the places where we shot the film and explore more. Yes, you can translate first, Maritoni. Okay, まず、札幌フィルムコミッションとか、お礼を言いたいんです。こういうイベントとか、キタキタをやってる時のサポートも、本当にありがとうございます。今、キタキタまだネットフリックスにあるんですので、ぜひ見てください。で、今度の私今作ってる映画も、多分、7月に、ロケ、シューティングを始まって、今年いっぱいに終わると思うんですが、またサポート、この次の映画もサポートもよろしくお願いします。今度は、さっきも言ってたように、また、北海道に、冬の時に戻って、行きたいと思うんです。で、私も今まで、ロケを使った場所ももう一回行きたいんです。もう一度、見たいんですね。ゆっくりと、今度は。本当に、札幌、北海道を、プロモートするのに、もう難しくなくて、とっても綺麗な場所で、もうすごくいいところで、簡単に、みんなに、進めますので、今度もよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ、リーさん、お願いします。はい。まずですね、監督、本当に、ありがとうございます。こんな忙しい時期で、トークイベント出ていただいて、あと通訳と MC の方も、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、今日、結構みんな YouTube ライブ見ていただいて、本当に、良かったです。あと、この映画は、Netflix 以外も、私たちのフィルムコミッションのホームページ入れば、1週間27日まで無料で日本語字幕付きの、上映会、オンライン上映会やってますので、まだ見てない方はぜひ見ていただきたいなと思いまして、で、あと、そうですね、さっき監督も言ってたんですけど、冬撮影来るということで、なんか皆さんね、北の直編をなんかぜひ撮影してほしいですけど、でもできるかどうかは分からないけど、直編じゃなくても、2本目の映画、北海道で撮影していただければなと思いまして、で、実は、この上映会を準備するとき、もう一回、もう一回見直したんですよ。本当に素晴らしい映画で、俳優さん、女優さんの演技も素晴らしくて、なんか笑ったり泣いたりするので、監督もこんなに短い時間の中にこんな素晴らしい映画できるというのがすごい優秀な監督なので、なんかぜひまた、ご活躍して、いろんな素晴らしい映画を作っていただきたいなと思いまして、本当に今日どうもありがとうございました。
じゃあ、林田さん、ポイントだけ。Yung point dake, pinasabi niya nga na thank you daw sa lahat, sa akin din, sa MC natin, and sa'yo sa oras na ginamit mo para magsumali sa event na ito, no? Po sabi niya, sana nga makagawa ka ng sequel dun sa Kita-Kita. Pero kahit hindi sequel, para ibang film naman sa location sa Hokkaido, no? And sabi niya, yung short time na ginamit mo to shoot that film and to make a really good film, you're fantastic as a director, sabi niya. That's it. And thank you again. どうもありがとうございました。ありがとうございました。では、ありがとうございます。お時間になりましたので、これでお開きにさせていただきたいんですけれども、この上映、オンライン対談イベントにお申し込みいただいた方々に、事務局の方からですね、後日アンケートを送らせていただきますので、お時間がございましたら、ぜひともご回答いただき、ご返送していただけますと助かります。では、本日は長い時間、本当にありがとうございました。1週間、札幌フィルムコミッションのサイトの方で無料配信しておりますので、今日ね、シグリッド監督、リーさんからたくさんお話いただきましたので、もう一度このシーン見てみたいなとか、もう一回見てみたい、全部見たいっていう方は、ぜひ1週間たっぷり楽しまれてください。では本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。Thank you, Secret. Thank you. またね。Thank you. またね。